キーサイトテクノロジーインフィニビジョンシリーズを用いたシリアルバス解析のデモをご覧ください。デコード結果を表示するまでの手順はどのプロトコルでも同じです。この信号は I2C のデータ SDA とクロック SCL です。通信が常に行われていて、オートスケールが適用できるときはオートスケールを実行してください。オートスケールによりすべてのチャンネルのトリガースレッシュホールドレベルが信号レベルの 50% にセットされ、それがそのままデコード時のハイ・ローのスレッシュホールドレベルになります。最初に信号を適切なスケールに設定します。チャンネル1と2の間にあるシリアルのキーを押すとソフトキーが表示されます。シリアルバス解析は同時に2つまで解析が可能です。プロトコルを選び、信号を押し、設定をします。オートスケールを実行していない場合は、ここで式位置をセットしてください。必要な設定が完了すれば、波形の下にデコード結果が表示されます。波形ズームを用い、一部分を拡大して観測することもできます。デコード結果はリストでも表示することができます。このように波形とデコード結果を時間相関を保って表示することが可能ですので、不具合が発生したとき、ハード起因かソフト由来かの切り分けが可能です。ペイロード部のデータが使用通りかを確認したい場合は、全画面をリストにした方が良いかもしれませんが、セーブメニューでデコード結果を CSV 保存したファイルを Excel で開けば、このままの表が Excel で開きますので、比較が容易です。オシロ内部はハードウェアによるデコードをしておりますので、エラー等があれば画面を見ていれば気づくことができます。このデモ信号にはノーアックが含まれていますので、アックなしでトリガーをかけてみましょう。アドレス29のデバイスがアックを介してなく、波形から信号品質の問題ではなく、ファームウェアの不具合ということがわかります。高信頼性が求められる場合は、キャンバスもよく使われます。キャンはヘキサで表示してもその解釈が困難です。キーサイトのオシロは、拡張子 DBC のベクターデータベースファイルを読み込み、FPGA を用いたハードウェアデコードができます。CAN-DBC ファイルをオシロで読み込むことで、シンボルでの表示だけでなく、シンボルでのトリガー設定も可能となります。また、キャンバスデコードはハードウェアでバックグラウンド実行されていますので、測定を止めてデータを確認している間もエラーフレームがないか監視続けています。エラーフリーであることの確認がより確実になります。以上でキーサイトテクノロジーインフィニビジョンシリーズオシロスコープを用いたシリアルバスデコードのデモを終了します。